こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は W124 シリーズのモデル解説カブリオレをお届けしようと思います。 W124 の魅力の一つにその豊富なバリエーションが挙げられます。ワゴンやクーペなどのさまざまなボディ形状、パワーユニットも下は2リッターから上は V86 リッターまで、メルセデス・ベンツ史上これほどまで多彩なバリエーションを展開したモデルは W124 シリーズ以外にはございません。その中でも特に異彩を放っているのがポルシェラインと呼ばれる 500E、E500 ですが、実はもう一つそのポルシェラインが存在するのを皆さんご存知でしたか？それが今回ご紹介する A124 カブリオレなんです。それでは W124 シリーズのモデル解説カブリオレスタートです。この A124 は通常の発生モデルとは大きく異なり、 W124 第3プロジェクトとして位置づけられ開発がスタートしています。それはなぜかと申しますと、伝説の名車 W111 以来約20年間もの間開発されなかったフル4シーターのカブリオレなんですが、 BMW3 シリーズカブリオレの登場で時勢が変わることになります。ダイムラーベンツとしては急遽 W201-190 シリーズにカブリオレを投入する計画を立てますが、ボディ剛性などの問題で開発が遅れ、結果的にプロトタイプを作成しただけでお蔵入りとなってしまいました。そこで白羽の矢が立ったのが W124 というわけなんです。その前にカブリオレ、いわゆるオープンカーの解説をちょっとしますと、オープンカーというのはただ屋根を切っているだけではないんです。屋根のない分ボディ剛性は大きく落ちますので、その分他の箇所で補強するんですね。確か W124 がデビューして間もなくの頃、北米とかイタリアのコーチビルダーさんが W124 のオープンカスタムをしているのを見たことがありますが、さすがに天下のダイムラーさんですから、そのレベルというわけには参りません。実は190のカブリオレもポルシェが関わっていたのですが、プロトタイプで終わってしまっていますし、 W124 も当初はビートルのカブリオレで有名なカルマンが開発をスタートさせたのですが、その厳しい要求性能に嫌気がさし、ポルシェへとバトンを渡します。それではもう少し詳しい内容をナレーターのスーちゃんに解説してもらいますね。了解です、マダム。それでは W124 シリーズのコンバーチブルタイプである A124 カブリオレの開発過程を解説します。1980年代初頭、マーケティング家のユルゲン・G・ウェーバーはアメリカ旅行を終えた後、自動車ビジネスにおいて一つのビジネスモデルを提唱しました。それが4シーターフルコンバーチブルの販売です。当時のドイツでは安全性の議論もあり、オープンカーはほとんど存在しませんでしたが、このビジネスモデルをいち早く取り入れた BMW は3シリーズと6シリーズのオープンモデルを投入し大成功を収めます。また日本車もピニンファリーナの手掛けたシティカブリオレ、ファミリア、セリカなど数多くのオープンモデルが発売された時期でもありました。このように時代はまさに4シーターオープンモデル全盛時代を迎えるわけですが、ダイムラーにはそもそもオープンモデルの開発に適したクーペモデルの設定がなく、急遽1985年 W201 シリーズで開発を進めることになるものの、それは当初から困難が予想されました。そこでダイムラーは1988年、すでに開発が完了し販売されているクーペモデル C124 でのカブリオレ製作を決定し、その開発をオープンモデルの実績で名高いカルマン社に委託することになります。ところが委託早々に問題が発生し、プロジェクトはいきなり頓挫することになってしまいました。これは基本設計にかかる段階であまりにもダイムラー社の要求性能が高すぎたことが一因と言われています。それは屋根構造を省略したにもかかわらず、セダンに準ずる受動的安全性と運転の快適性を満たさなければならないという、まさに当時の技術では不可能に近い要求性能が求められました。
この一連の流れによりカルマン社はプロジェクトを離脱することになり、1989年1月、その開発契約はポルシェが引き継ぐ形となります。なお、この時点でポルシェは W201 カブリオレの開発、ニューモデル C クラスのオープンモデルの研究と、ダイムラーの計画する4シーターオープンモデルには全て関わることになりました。お聞きいただいた通り、プロジェクトが開始早々にカルマンが離脱しちゃうというハプニングがありました。カルマンといえばポルシェ博士自ら自分の後継者であると言わしめたビルフェルム・カルマン創設の会社ですから、その技術力も超一流。事実、世界各国主だった16のメーカーが設計依頼していますし、後にメルセデス・ベンツ CLK やポルシェ・ボクスターもカルマンの工場で生産されています。したがってそのカルマンが離脱するほどダイムラーの要求性能がいかに高かったかと想像はつきますよね。そしてここからダイムラーとポルシェでタッグを組んだ壮絶な開発プロジェクトがスタートします。AH24 の開発はベースとなるクーペモデルをオープン化するにあたり、さまざまな要件定義からデータ解析をするところから始まりました。その結果、受動的安全性と運転の快適性に対する高い要件を満たすために、約1000点近い部品を変更または完全に再設計しなければならないという結論に達しました。これはベースとなる W124 の車体構造をもってしても、そのオープン化における要求性能が非常に高いことを物語っています。ほぼ全ての構造部品により厚い鋼板または高張力鋼板が使用され、応力の高い全ての箇所には接続プレートまたはブレースの形で追加の補強が施されました。また、高度に応力がかかる領域にはコンピュータ支援による複雑なシミュレーション計算の後、二重シート、ガセットプレートまたはストラットの形で追加の補強も施されました。そして重点項目として挙げられる車体合成に関しては、A ピラーと側張りの板金の厚さが増加し、コンバーチブルトップコンパートメントが横方向の補強要素として取り入れられました。これは R129SL の開発データ経験を実装したものです。その上、マススプリングシステムと呼ばれる振動吸収材も使用され、運転の快適性が一段と最適化されました。これはグランドメルセデスランドーレットで使われた技術をフィードバックしたものですが、まさにダイムラーの持てる技術を全て注ぎ込んで作られました。そして最も重要な受動的安全性のレベルなのですが、このコンバーチブルは前面、後面、側面からの衝突に対してセダンと同様の高い基準を満たしています。また、一番懸念される横転の場合でも A ピラーは内部プロファイルシートで安定したユニットに溶接されており、新しく開発されたリニアロールバーが後部座席の後ろに取り付けられ、乗員に十分な安全を提供しています。このリニアロールバーは開発過程で特許を取得したものですが、車両センサーが横転の危険を検知すると、バーはわずかに湾曲した軌道に沿って 0.3 秒以内に上方に伸びるという、当時としては画期的なシステムでもありました。最後にカブリオレの要素で大切なコンバーチブルトップなのですが、これも AH24 ならではの品質と耐久性が保証されています。その構造は外側のカバーと内側のフード裏地の間にある厚さ 20mm の繊維フリース層によって断熱されています。また、コンバーチブルにありがちなトップの膨らみを避けるため、外板はフロントとミドルバウに強固に接続されていますし、安全ガラス製の大型のヒーター付きリアウィンドウは当時の先進的な装備の一つに挙げられました。いかがでしたでしょうか。取り払ったクーペのルーフが28キロ、これを補うために130キロを超える追加の板金と1000点近い部品の新設計が必要でした。これはコマーシャルベースを考えた場合、とても成立するプロジェクトにはなり得ませんが、最後のメルセデス・ベンツと言われる W124 シリーズであったからこそ可能になったと言っても決して過言ではないと思います。はい、それでは最後に A124 のパワーユニットとモフ、
モデルメンテナンスのことをビデオカタログ風にすーちゃんに解説していただきますね。1991年9月、フランクフルトのドイツ国際モーターショーで、ダイムラー、ポルシェ双方の役員、開発エンジニアの見守る中、W124 シリーズで5番目のボディバリエーションとなる A124 コンバーチブルが発表されました。パワーユニットは DOHC 直列6気筒3リッター M104 エンジンを搭載。これは1993年に行われる MOP2 まで唯一のエンジンバリエーションとなります。1993年 W124 シリーズの MOP モデルメンテナンスにより A124 も同様のアップデートが行われました。特に140シリーズの S クラスをモデルにしたバッジクーラー、無色のカバーガラスを備えたフロントインジケーターおよびバンパー保護ストリップは追加パーツの色で塗装されています。中央ロックと5速ギアボックスはすでに将来メルセデスとして知られるオープン4シーターの標準装備の一部となっています。パワーユニットは新開発された DOHC 直列6気筒 3.2 リッター M104 エンジンを上位モデルに搭載。このエンジンは馬力こそ同じスペックでしたが、格段に太くなったトルクにより一段とイージードライブが可能となりました。その他2つの4気筒エンジンもラインナップに加えられています。なおよりハイパワーを望む顧客に対しては E36AMG カブリオレもカタログモデルとして販売されておりました。1997年7月、特別モデルファイナルエディションの販売をもって A124 の生産は終了となります。総生産台数は 33,952 台。ジンデルフィンゲン工場で作られた最後の W124 シリーズとなりました。以上で駆け足ではございますが、A124 カブリオレのモデル解説を終わらせていただこうと思います。もう一つのポルシェラインはいかがでしたでしょうか。実は我が家にはこの A124 より10年近く後に開発されたカーブ93のカブリオレくんがいるのですが、10年という歳月をもってしてもこの A124 の合成感には全く太刀打ちできていません。ちょっぴり悔しいのですけれど、ダイムラーとポルシェのコラボの凄さを改めて肌身で感じる出来事でもありました。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が参考になったと思われた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。